さんこんにちは。アムステルダムのネイリストアイです。今回はリピートのお客様にお願いして普段のサロンワークの様子を撮影してみました。ざっくりオフが終わったところから撮影スタートしていて、2本長さ出しをしてからこちらのデザインをやっていきます。途中切り取ったり早送りなどもしたりしていますが、施術の工程で注意するポイント、また使用している商材なども説明していますので、サロンワークでお悩みの方に参考になれば嬉しいです。それではどうぞ。まずはデザイン決めから。今回のお客様はいつもやりたいデザインを決めてこられます。お客様の携帯でデザイン案を見ながら、私の持っている材料で代替できそうなものを提案していきます。たまにフル手書きアートのオーダーもあったりして焦り散らかすこともありますが、今回はシンプルなデザインご希望だったので内心ほっとしております。商材は私が座っている背後の棚に収納していて、棚は IKEA で買いました。日本だと簡単に購入できるものが、私のいるオランダだとなかなか見つからないことがあり、未だに試行錯誤しながら施術部屋を整えていっています。ご希望の写真に近いピンクのラメを提案したけど、紫の方がお好みだったので、紫のラメところに決定。ちなみにビニール小袋に入ったままのラメたち、先日小分け容器を買ったので届き次第入れ替えていきます。それからこちらは付けたいネイルパーツのお持ち込み。いずれ使いたいと思い買ってそのままになっていたそうです。カラーは後で決めるとして、とりあえず一旦施術に戻ります。8本は前回付けたアクリルが状態よく残っているので、そのままアクリルを残した状態でフィルしていきます。親指のアクリルはストレスポイントからリフトしているので、一旦アクリルを全部オフして新たに長さ出しします。また中指は綺麗に取れてしまっているので、長さ出しからやります。ネイルマシーンは浦和の G3 を使っています。浦和 G3 は 100V から 240V までの電圧に対応しています。変換プラグを使えば海外でも使用できます。昔高いと思いながら買ったけど、ネイルスクール生時代から18年くらい使っているので、日割りすれば0円です。良いものは長く使えるので、浦和 G3 は買ってよかったです。オフに使用しているビットはオーロラビットラージ。普段ジェルオフはフィルインをしていて、フィルイン時のジェルオフに使用するビットもオーロラビットラージ1本でやります。表面のアクリルのオフが終わり、長さ出しをするために地爪の長さカットをします。ネイルニッパーはスワダのブラック S。これしか使ったことがないので比較はできませんが、手の小さい私でも扱いやすいので気に入っています。ジェルチップオーバーレイで長さ出しを2本します。プレプライマー、プライマー塗布。爪の幅に合ったハーフ L チップを選択します。長さ出しはお客様によってフォームかハーフ L チップ、素材はハードジェルかアクリルでコーティング。いずれにしてもお戻り時にフィルインをしています。チップ装着時に馴染みを良くするため、装着する部分のチップの厚みを削ります。特に端の部分に厚みがあると馴染みが悪いし、爪のサイドのお肉が持っている指だと後から段差を取るために削りにくいので、装着前になるべく厚みをなくしておきます。グルーをチップの装着部分につけ、親指の爪に装着します。先端のグルーが硬化して接着できたことを確認できたら、横から押さえてストレスポイント部分もきちんと接着させます。貼るときは爪だけを見るのではなく、骨からまっすぐになっているか確認します。中指とチップの幅を確認すると、中指に対してチップの幅が大きかったので、チップの幅を削って中指の幅に合わせます。同じようにチップの接着部分にグルーをつけ、骨からまっすぐになるようにチップを装着します。先端のグルーが硬化できたことを確認したら、自分の両親指の爪を使って両サイドからチップがしっかりくっつくように固定します。
この後チップの段差を取るために削る前に段差部分にグルーをつけます。間違って地爪を削ってしまうのを防ぐためです。グルーが乾くのを待つ間、違う方の手の長さ形整えをします。長さ形を整えるので左右合わせて長さ確認。フリーエッジだけの長さではなく、ネイルベッドとフリーエッジを合わせた長さが他の爪と揃うようにします。長さ形を整えながら同時に表面の厚みを調整します。フィルインなので、まだ地爪にベースジェルが残っています。最終的な仕上がりの形を考えながら、この後ベースジェル塗布する前に厚みを残したいところ、薄くしておきたいところを調整します。片手5本のファイルが終わったら次の手5本のファイル、10本全体の長さ形のバランスを整えます。先ほど貼ったハーフウェルチップカッターで長さをカットし、ファイルで先端を整えます。また、地爪とチップの段差を削ります。スポンジバッファーで地爪表面のバフィングをします。新しく生えてきた地爪の部分に凹凸をつけて、ジェルとの密着を良くするため、また、地爪の表面に残しているベースジェルがあるところとベースジェルが乗っていないところが滑らかにつながるようにするためです。針があればこの時先端もバッファーをかけておきます。甘皮処理をします。撮影スタートする前にグリーンビットをすでにかけました。ここでは気になるところをニッパーでカットしています。ジェルオフプリパレーションが終わったので、これから塗りの作業に移ります。ベースジェルを塗る前にプライマーを塗布します。ベースジェルを塗っていきます。ベースジェルはスネークジェルを使用しています。マシンで削ってオフしていても、ベースジェルが剥がれることなくビターっとくっついているので、フィルインに適しています。ベースジェルを塗るときは仕上がりの形を考えながら真ん中に高さが出て周りは薄くなるように塗ります。ですが今回の方は地爪が長いのでスネークベースジェルの後にハードジェルを挟んで補強して形を作ろうと思います。今塗っているスネークベースジェルは形を気にせずささっと塗っています。ベースジェルを塗った上からハードジェルを塗ります。基本的にはこの工程はやらないです。トップジェルにハードジェルを使用して、通常はトップジェル1回で仕上げるようにしています。しかし長さがあるのでトップ1回で仕上げるには高加熱が心配です。トップを2回に分けて塗布するのでも良いのですが、それなら今1回とトップ1回に分けておいた方が次回お戻り時のフィルがやりやすくなります。ベースジェルを塗っている間にカラーを選んでいただきます。カラーチャートを見ながらいくつか気になる色をピックアップ。カラーチャートを見ても実際にコンテナを開けてみても自分の爪の上に色をのせてみるとイメージと違ったとなることがよくあります。ご希望のネイル写真に近い色を探すのではなく、カラーチャートで好みの色を探すのでもなく、
最終的には自分の爪の上に乗せた時の爪だけではなく手肌が綺麗に見えるかが大事。なので気になる色をいくつか実際に爪に乗せてみて一番しっくりくる色を見つけていただきます。いくつか塗った中からこちらの色に決定。先ほど決定したベースカラーを塗っていきます。その前にテスターとしてちょこっと爪に乗せたカラーを筆でグイッと取ります。ライトで硬化していないので簡単に取れます。では改めてカラーを塗っていきます。小指1本塗った段階でこれでいいか再度確認します。ベースジェルカラージェルを塗る筆はバイオスカルプチュアのフラット筆4番を使用しています。こちらの筆も17年使用していますが全然くたばることなく良い状態のまま使えているのでかなりおすすめです。片手4本塗り終わったらライトで硬化。硬化中に別の方の片手4本を塗ります。5本全部塗ってからライトで硬化すると親指の外側の爪の部分にライトが当たらないかもしれないので4本4本親指1本親指1本と分けて硬化します。先端の白っぽいグラデーションの色を決めます。先ほど色を決めた時と同じようにテスターとして爪の上にカラーをのせます。もっと淡い感じの白がご希望ということで、オフホワイトのカラーにクリアを混ぜます。ネイルパレットを一応購入したんですが、使い捨てできる方が楽なので、ネイルフォームの裏紙をネイルパレット代わりに使用しています。先端のグラデーションを塗布します。このグラデーションの後、ラメとホログラム、大きいパーツも載せるので、グラデーションの境目はあまり気にせず大胆に塗っていきます。先端のグラデーション2回塗布が終わり、グラデーションの境目にラメとホログラムをのせます。トップジェルをのせます。クリストリオのベーシックワンを使用しています。トップジェルののせ方を説明します。まずはネイルプレートの表面に塗ります。次はジェルをたっぷりと筆に取って
真ん中より少しキューティクル側に置きます。ハイポイントの高さはキープしたまま、周りのジェルを触って広げていきます。足りないところはジェルを足しながら、キューティクルから先端までのアーチを整えます。正面から見てハイポイントがずれていないか確認。ずれていたので、ジェルの表面を触ってジェルを移動させます。光で形がきちんと見えないときは、手をかざして光を遮って形を確認します。せっかく作った形が流れてしまうので、クリストリオのベーシック1をトップジェルで使用した場合は1本ずつ硬化します。トップジェルを硬化、拭き取りが終わり、最後に持ち込みのパーツを乗せていきます。美重ジェルでしっかり固定します。糊代わりに美重ジェルを塗って、パーツはいろんな形があるので被らないように考えながらポンポン乗せていきます。完成しました。最後にホットタオルで拭き取りとネイルオイル、クリームを塗布して終了です。お疲れ様でした。